エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は新型 iPad 2022年モデルをレビューします。今年の新型 iPad は画面の下のボタンがなくなって iPad Pro のような新しいデザインに変わりましたが、なぜか Apple Pencil は古いものしか使えないというちぐはぐな感じになっているようなので、今回はそんな新型 iPad を同じ日に発売された新型 iPad Pro とも比較しながら詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は説明書、 AC アダプター、 USB-C の充電ケーブルが入っていました。本体の色は4色から選べますが、今回はブルーを選んでみました。濃いめの青でかっこいいです。見た目は iPad Air に少し厚みがついた感じで、右側に音量調整ボタン、上側に指紋認証付きの電源ボタンがついています。他の iPad は右側に第2世代の Apple Pencil をくっつけて充電できますが、新型 iPad はペンをくっつける目印がないので、使える Apple Pencil は旧型の第1世代になります。なぜか微妙にくっつきますね。第1世代のペンは充電やペアリングをするときに iPadに挿さないと使えないのですが、新型 iPad は差し込み口の形がライトニングから USB-C に変わったので、そのままだとライトニング端子のペンが差し込めません。なので新型 iPad でペンを使いたい人は別売りの変換アダプターが必要になります。個人的にくっつけるだけで充電できる新しいペンの方が使いやすいので、この点は少し残念です。せっかく他の iPad と同じ見た目になったのだから、ペンも新しいのを使えるようにしてほしかったです。ただすでに古い iPad と Apple Pencil を使っていて、 iPad だけ買い替えたい人は今までのペンをそのまま使い回せるので良さそうです。 iPad で絵を描かない人は純正の Apple Pencil よりも2000円くらいで買える安いペンの方が iPad に刺さなくても使えるし、いいかもしれません。安いペンは筆圧感知がなくて均一な線しか引けないので、お絵描きには向きませんが、字を書くだけなら安いペンでも十分だと思います。電源ボタンを押すと初期設定の画面になるので、 Apple ID や指紋などを登録します。指紋は縦向きと横向きの両方でロック解除しやすいように左右の指を登録しておくと使いやすいです。去年の iPad から変わったところは、画面の下のボタンがなくなって、その分画面が広くなったので、表示できる情報やペンで書き込める範囲が増えて操作しやすくなっています。中身のチップも去年の A13 から A14 に変わって処理速度が速くなっているので、重めのアプリがサクサク動いたり、今まで下側にしかついていなかったスピーカーが上にもついたので、横向きで動画を見るときにステレオで音が聞けるようになっています。カメラの画質も良くなっていて、インカメラの位置が横向きの時に上に来るように変わったので、横向きでのビデオ通話をした時に目線がちゃんと中央に向くようになっています。今回から充電がライトニングから USB-C に変わったので、 USB 接続の MIDI キーボードや SSD などの周辺機器がつなぎやすくなったのも嬉しいです。他の iPad との違いですが、普通の iPad は価格を安くするために少し古いパーツが使われているので、見た目はほとんど一緒ですが、他の iPad よりも少し性能が低くなっています。例えば最初に話した古いペンしか使えないのもそうですが、中身のチップに A14 という2年前の古いものが使われていて、他の iPad よりも少し処理速度が遅かったり、スピーカーの数が iPad Pro よりも2つ少なくて、縦持ちだと音がステレオで聞けなかったり、画面がフルラミネーションではなく少し奥にへこんだ感じになっているので、ペンを使う時にペン先と線がずれて見えやすかったり、画面の発色が他の iPad よりも良くなかったりなど、他の iPad よりも価格を安くするためにいろいろなところがコストカットされています。ただ性能が低いのは個人的にはあまり気になりませんでした。試しに高性能な iPad Pro と同じアプリを動かしてみましたが、アプリの起動時間はそんなに変わらないし、処理の重たい 3D ゲームもプロと同じようにサクサク動き
ました。画面の発色もどちらも鮮やかで綺麗だと思います。ただ並べてみると普通の iPad の方が全体的に色が薄くて白っぽいので、 iPad で絵を描いたり写真をレタッチする人で画面の正確な色にこだわりたい人は発色の良い他の iPad を選んだ方がいいと思いますが、普通に動画を見たりゲームで遊ぶくらいならあまり気にならないと思います。ストレージは 64GB と 256GB が選べますが、 256GB の方は高性能な iPad Air が買えてしまうので、私は iPad Pro をメインで使っているのもあり 64GB の方を選びました。個人的にはストレージをたくさん消費する動画編集やゲームをあまりやらないなら 64GB で十分だと思いますが、最近のゲームアプリはストレージをたくさん使うので iPad でゲームをたくさん遊びたい人は 256GB の方がいいと思います。というわけでいろいろと見てきましたが、今回の新型 iPad に向いている人を一言で言うと iPad で Apple Pencil を使わない人になるのかなと思います。今年の新型 iPad は古い Apple Pencil しか使えないので、どうせ古いペンしか使えないのなら型落ちで価格が安くなった去年の iPad 第9世代の方がいいと思います。画面にボタンがある古いデザインになりますが、 Apple Pencil を変換アダプターなしで iPad に挿して使えるので、今年の新型iPad よりもペンが使いやすいと思います。本体の性能も去年出たばかりなので、あと数年は普通に使えると思いますし、古いデザインが気にならない人でできるだけ安く Apple Pencil でお絵描きしたい人は個人的に新型よりも去年の第9世代の方がいいと思います。なるべく安い方がいいけど古いペンじゃなくてぶっつけるだけで充電できる新しいペンが使いたいという人は、2年前の iPad Air 第4世代や2018年の iPad Pro が今回の新型 iPad と性能がほとんど一緒で新しいペンが使えるのに、中古や整備済み品の価格が新型 iPad とほぼ同じなので個人的におすすめです。この2機種は画面の発色が新型 iPad より綺麗でフルラミネーションで視差も少ないので、ペンの書き心地は新型 iPad よりもいいと思います。なので iPad と Apple Pencil でお絵描きしたい人は今回の新型 iPad よりも新しいペンが使えて画面の性能が高い型落ちの Air や Pro を購入した方が満足度が高くなるかもしれません。型落ちの iPad を買う時の注意点ですが、中古品はバッテリーの寿命が短くなっている場合があるので、なるべく使用時間の少ないものを選ぶか、 Apple が出している整備済み品を購入すると新品と同じように1年間無料で修理してもらえるので安心だと思います。今回の新型 iPad は2年前にレビューした iPad Air 第4世代から新しいペンを使えなくして画面の性能を落とした分価格を抑えて買いやすくした感じだと思いますが、為替の影響で新型 iPad の価格が2年前の Air よりも高くなってしまったのに、手に入るのは当時の Air よりも少し性能が低い iPad なのが人によっては少しモヤモヤしてしまうかもしれません。今の時点で一番安く買える iPad なのは間違いないのですが、これなら2年前に Air を買っておけばよかったと思ってしまう人もいるかもしれません。ただ iPad でペンを使わない人はペンが古いのは気にならないと思いますし、アプリもプロと同じようにサクサク動くので、ペンを使わない人には個人的に悪くない製品だと思います。逆にペンを使ってお絵描きしたい人は去年の iPad や型落ちの Air Pro の方が個人的にコスパが高い気がするので、これから iPad を買おうとしている人はよかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。